しじゃ不気味度を魅力じゃ。今回は久々にワイルドアームズをプレイしていくんじゃよ。最近シューティング系ばかりだったのでちょっと休憩じゃ。いつも通り効率重視でもなくネタバレありでゆるくプレイしていくのでよろしくな。前回までのあらすじじゃ。魔族に奪われた涙のかけらを取り戻すため手がかりを求めてガーディアン神殿を訪れたロディたち。そこでガーディアンから己の弱さを指摘されるも魔族の名手マザーの復活を防ぐためにガーディアンたちから力を託されるのだった。しかしガーディアンの力すら忍ぶ4人の魔族、週末の4騎士ことナイトクォーターズがマザーを復活させようと暗躍する。ガーディアンの力で魔族の本拠地に行くはずが魔族に防がれてしまい封印の地とやらに飛ばされてしまったのじゃ。ここはどこなのかという時に頼りになるのが前回手に入れて使う機会がなかった魔法の地図じゃ。世界地図と街の場所、あと現在位置が表示される。残念ながらファストトラベルはできないのじゃ。あと街の名前とかも表示はされない。とりあえず近くにあったバスカーの集落に入ったのじゃ。どうやらバスカーの人たちはよりガーディアンと近い生活をしているようじゃな。ネイティブアメリカン的な存在じゃな。エルというのはまあエルフみたいなものじゃな。厳密には違うが人間とは違う、いわゆる亜人種ということじゃ。コンタクティというと宇宙人と話せる人たちを想像してしまうな。これは酋長と話すと話が進みそうじゃな。酋長はかなり事情を分かっているようで話が早くて助かるのじゃ。なるほど、3つの心臓を壊されてしまうとマザーが復活してしまうのじゃな。反応がないのじゃ。
ギアンというのは風や火、水など自然現象が具現化したような存在なのじゃな。示唆に富むなかなか深い言葉なのじゃよ。よし、というわけで早速霊峰ゼノムさんに行くのじゃ。ここが先ほど誰かが話していた地上絵じゃ。どちらかというとこれはストーンヘンジじゃな。ここはきっと後でまた来ることになりそうじゃ。このダンジョンはこの石像を移動させるのが謎を解くギミックじゃな。例によって通常戦闘はカットしているのじゃが、このダンジョンの敵は状態異常の攻撃を仕掛けてくることが多い。魔法での回復ができないので、状態異常を防ぐ装備とか回復アイテムをしっかり揃えておくと良いのじゃよ。このラッキーカードというアイテムは戦闘時に使うとその戦闘で得られる経験値とお金が倍になるのじゃ。ボス戦とかで使うのがおすすめじゃな。これはザックのグッズでも安しかないな。ふふふ、こんなのはトラップにもならないのじゃよ。ここで急にキャラがロデイに変わるのは編集上の都合なので気にしないでほしいのじゃ。ここにも石像の仕掛けがあるな。どこかが開いたのじゃ。ここにも燃やせる場所があったのじゃ。こういうのを見ると道を塞いでいなくてもとりあえず燃やしたくなるな。このパイプは爆発する宝箱だったのを忘れてた。ここははんぺんに頑張ってもらうのじゃ。新しい早打ちのヒントをつかんだのじゃ。早速戦闘で使ってみるのじゃよ。
前回に続いて今度も1回目で覚えられたとはラッキーじゃな。このメテオドライブはボス戦とかで役に立つのじゃ。ここも燃やさないと進めない草むらみたいなやつがあるな。まあこれはこれで楽しいから良いのじゃ。お、スイッチが隠されていたのじゃよ。ここはなかなか厳重な仕掛けじゃな。ここで手に入るのはミスティックワードというセシリア専用の装備で魔力などのステータス向上効果がある。しかしここまで厳重にするほどのアイテムでもないような気はするのじゃ。さて、セーブポイントも出てきたところでそろそろボス戦じゃな。これはあれじゃな。石像をすべて一直線に揃えればいいというやつじゃな。なんとか心臓までたどり着いたのじゃよ。いきなり壊されたのじゃ。またしてもベルセルクには逃げられてしまい、ボス戦に突入じゃ。このボスは見た目の通り毒の状態異常攻撃をしてくる。とはいえいちいちアイテムを使って回復するのも面倒なので、わしは基本的には放置じゃ。ただ残りのヒットポイントだけには注意じゃな。ザックはせっかくなので覚えたばかりのメテオドライブを連発じゃ。またガーディアン神殿以降はガーディアンクレートを装備することでボースゲージを消費してガーディアンの力を使った攻撃ができる。いわゆる召喚魔法じゃな。
完全に属性攻撃なので、属性が合わないとあまりダメージを与えられないのを覚えておくと良い。このマテリアルというのを使うと召喚魔法が発動する。まずは水のガーディアン、ステルダークさんじゃ。次は火のガーディアン、ムハガルトさんじゃ。最後は大地のガーディアン、ゲルジエフさんじゃ。この通り、属性が合わないベルジエフさんだとほとんどダメージを与えられないのじゃよ。せっかくなので風のガーディアン、センガロンさんを使ってみるのじゃ。ああ、これも全然効かないのじゃ。なんとかボスを倒せたので。しかし心臓が破壊されてしまったので結局は負けたようなものじゃな。ただ山のガーディアンディノギノスの力を得ることはできたのじゃ。
ザックが闇落ちしそうなフラグを立てまくりじゃな。帰り道は大幅にカットするのじゃよ。心臓を守れなかったのがバレバレなのじゃ。攻めの一言もないバスカーの人たちが優しすぎる。魔族の名士であるマザーが少しずつ目覚めつつあるようじゃな。ナイトクォーターズかと思ったらちょっとノリの違うやつが出てきたのじゃ。魔族とは思えないくらい非常に俗っぽい発想と発言じゃ。まあそれはさておき、とりあえずはバスカーの集落に戻って酋長に報告するのじゃ。やはり酋長さんにもお見通しだったのじゃ。残り2つを守ればということじゃが、このパターンは嫌な予感がするのじゃよ。エルーの祠とやらはすごいな。いわゆる物質転送装置のようじゃ。残りの心臓を守るためにも次はエルーの祠へ向けて出発じゃ。というところで今回はここまでじゃ。では次回もよろしくな。